きますよ。ここの角は前に長いはずやもんな。大体ね。おお。後でずらせばいいよな。おはようございます。おはようございます。ということで始まりましたくるりのほないこか。はい。今日はハイエースの床板に、はい。クッションフロアを引いていこうと思います。まだね、そのクッションフロア、合板、その下の断熱もまだその処理が終わってなかったから、それも一緒にやっていこうと思います。はい。いよいよやね。いよいよです。天井も終わって床もしたら、もうかなり見た目はね、はい。それになるんじゃないかと。はい。頑張ろう。頑張りましょう。はい。で、まずはずっと放置にしてたこれね。ここになんか燃料ポンプはい。にアクセスする開口部っていうのがあって、万が一ね、それを交換しなあかんってなった時はここを開けなあかんらしくて、ここを万が一に備えて、はい、前から分かってはいたけどな、ちょっとめんどくさくて後回しにしててんな。そう。はい、それをやっていきましょう。はい。開けてみて。ちなみに以前キャラバンの時は同じくこんなんがあってんけど、いいじゃんいいじゃん閉じちゃえとか言ってな、閉じてたよね。完全に。まあ、お世話になることも一回もなかったんけど、まあ、めったになることはないと思うけど、はい。でも前回車壊しちゃってるからね、そう。何があるか分からへんということで、もうこれは開けときます。はい。まずはバーベキュー用のちょっと分厚めのアルミホイルを板に一番近いところ、真下やね、に貼り付けていこうと思います。なんか前はサバイバルシートっていう、なんていうのあれ緊急の時とか、キャンプの時とか寒い時にこう羽織るようなシートを一番板に近いところに貼り付けてんやけど、どうやらアルミ蒸着シートとアルミホイルっていうのはアルミのパーセンテージが全然違うらしく、今回はアルミホイルでいってみようと思います。はい。もうちょっと開けてやんな。ほら開ける。そっち端っこ足りてる？もうちょっと。小さい。まあ、大方できてるから、そっちらのとこだけはなくて、天板やな。それは絶対でき天るよ。板だけは絶対にさなあかん。さあ、なんか丸いライスとかあった方がいいかな。だけなじゃあれさ、めっちゃ高いよね。はい。で、このラバーシート、今回私たちが選んだのこんな感じです。表面はゴムで裏側がスポンジになってる、厚さ 7mm のラバーシートというものを、合板の裏に敷いていこうと思います。はい、前回ね、これ断熱にしとってんけど、やっぱり床からの熱がめっちゃ熱いので、夏とか辛いから、ちょっと今回はお金使いますこれ効くか分からんけどな、これ。でもなんかこれとアルミホイルでやっていきましょう。はい。こっちもいっちゃっていい？
感じで3層になってます。ちょっと見えにくいな。ポイン絶対見えへん。見えへんな。合板アルミホイルラバーマットです。うん。はい、次。はい。じゃあついにいよいよクッションフロアはい開封いたします。今回も悩みに悩んでね、そうだね。結局前回これもまた前回最終まで残ってた候補の一つに決めました。そうでもサンプルね取り寄せて見たやつが A4 サイズやから、この大きい面で見た時にどうなるか私らも今だ分かってないよな。全貌がな。どうなんやろ。じゃーん。可愛いんじゃないですか。可愛いかもしれないですね。はい、今回はこんな感じで古材風のちょっとヴィンテージな柄。今回はねちょっとなんていうの、マリン系、西海岸系、マリン系、オレンジカウンティー系、海っゴーぽい、ルドコースちょトポスト、っと海をイメージしたはい感じでいこうと思ってて、はい、こんな感じにしてみました。あ、いいんじゃない。心配なのはここの幅がすごい大きいから、そうれはどうなるかっていう。でもこれ結構いいよね。なんていうかこの傷がリアルやんね。結構リアル。もうちょっと広げてみるでしょ。もうちょっとだけね。まあどうせ後でねお披露目できんねんけど。これでいいこれでいい。いろんなサンプルをまた見て、その中でもよりこう木目とかがリアルなやつを選びました。よし、肩取っていこうか。はい。はい。こうやな。じゃないとわけのわからんことやってしまう。な。でこんな感じで肩に合わせて床板を置いて、端っこあれ大きめにしてんの？こっち側端っこなんかは結構ずれてるけど、まあ気持ち大きめでいいか。いいか。後で切んの大変。そうやねん、ほんまにちょっと大きめにしようとか言って前さ、なんか余って煩わしく結局逆に隙間空いたからさ、はい、こっちをつらい位置にしてつら合わせてます。はい、前学んだからね、大きめの方がいいと心配やからやってしまいがちですけど、大きめにすることをしたことを後で死ぬほど後悔しました。はい、じゃあこっちもやり直そう。はい、はい、この辺も落ちてんのか。ちょっと怖いね。どうしよう、めっちゃ隙間空いてた。家具で隠そう。そしてクッションフロアをここに貼るにあたっていよいよ床をちゃんとくっつけなあかんねんけど、もう肩取ったからね床は用なしなので、もうくっつけれるので、この裏の根だどこやったらビスっていいかっていうのを今着替えていって、はい、着替えてます。こんな感じでね。よし、あとちょっとだ。あとちょっとなのかちょっとなの。本当か。はい、ということでこれ塗っていきます。はい。クッションフロア用のボンドやねんけど、何でもいいんかな、どうなんやろね。いやー、クッションフロアにはクッションフロア用のボンドでしょ。実際まあこれ前回なかなかギリギリやってんけど、いっぱい伸ばして使います。1キロです。はい、意外と薄くてもめっちゃくっついてたから十分やと思うけどね。多分大丈夫でしょう。要所要所。どうやって肩開けて。はい。全然のやつより
ところでなんでシャツインしてるの？服に使うようにや、こうやってわかるやろ。かがんだ時に。そうや大事なシャツやからこれは。そうだね。順番間違えたらあかんねん、順番を。そう歩くとこなくなるから。よし。じゃあいよいよこれを端っこからやね。そうやいきますよ。ここの角は前に長いはずやもんな。大体ね。ずらせばいいよな。持ってたらいいか。この辺なんかちょっと微妙にそうですね。どこなんすか？そっちの横。これもうどんどん。最後にこの端っこの処理をして完成のはずです。前もこれでな、めっちゃ隙間空いたからな。あーってなったら。めっちゃ難しいよね。ビタビタに最初から切っても空いたら嫌やし、こんなに余らして後で、めっちゃ難しい。でもいい感じで今めっちゃフィットしてる。はい、間違えた。はい。正解なんや。やすこ。意識してなかったけど言ってから思いついた。はい。間違えてる。はいじゃない。そんな上がり口調や。できました。おい、こっち映すな。